誰もが描いた月旅行の夢。人間が初めてその月に第一歩を記した人類の歴史に輝かしい1ページを飾った1969年。この年の日本は69年の幕開きは前年度から持ち越された大学紛争だった。商店東京大学は入学試験の中止か否かのタイムリミットを前に反日教系学生が校内に集結、激しい抵抗を試みた。1月18日、東大構内に8500名の機動隊が出動、実力排除に乗り出した。2日間にわたる攻防の末、封鎖は解かれた。しかしその結論は入試中止という冷たい答えだった。学園紛争は各地に飛び火、大学は激しく揺れ動いた。政府は長引く大学紛争に終止符を打つため大学措置法案を示したが、大学立法に反対する学生の動きは日増しに激しさを加え、紛争校は100校を超えるまでに至った。活発化する学生の行動。学園からさらに街頭へとエスカレートする。6月、静岡県伊東市で開かれたアスパック閣僚会議に反日教系学生が機動隊と市街戦さながらの乱闘を繰り広げた。逮捕者245名。普段静かな湯の町の人々を驚かせた騒動だった。来年は安保改定の年。この9年間日本は大きく変わった。著しい経済成長、自由諸国の中で国民総生産第2位となった。それを象徴するかのように来年万国博が開かれる。しかし繁栄の陰に顔を出した犯罪。連続射殺魔は19歳のバーのボーイだった。正俊ちゃん殺しなど誘拐事件は20数件に上った。都市の過密化と農山村の過疎化、人手不足の大都会にスカウトされる農村の労力。4月、8人の命を奪った東京荒川放水路架橋工事。11月には大阪椎名川水門工事で11人が、犠牲者のほとんどは出稼ぎにやってきた人たちだった。今年も史上最悪の記録を残した交通戦争。死者は1万4000人を超す。街には欠陥車が走り、嘘つき食品が氾濫。身の回りの総点検が叫ばれたのも今年の特徴だった。政治への不信も募る。強行採決の繰り返し。中でも注目の大学法案は参議院で実質審議ゼロのまま強行成立という汚点を残した。
こうした動きの中でフランスではドゴール政治11年目の終止符、大統領にポンピドー氏が決まった。北ベトナムの指導者ホーチーミン大統領の死、ジョンソンからニクソン政権に変わったアメリカ。ベトナム戦争の収拾の第一歩として兵力の一部撤退が打ち出された。しかしベトナムの和平はなお遠い。アメリカの各地に盛り上がった反戦デモ。日本では10月21日の国際反戦デー。過激化する学生の行動に警戒態勢はさらに強化される。拠点校を抑えられた学生たちの行動は次第にゲリラ化し、都内各所で暴走した。この計り知れない旗迷惑な行動に住民たちは怒る。10月、在日米軍司令部は基地縮小を打ち出した。日本国内にある145カ所のアメリカ軍基地、立川、王子谷線病院の閉鎖。そこには日本人従業員の大量整理があった。基地縮小、それに代わるものは自主防衛をもとに、アジアの有力な武装集団と育った自衛隊。問題の70年安保は来年6月以降も相当長期にわたり維持するという自動継続の方針という。11月、佐藤首相は積年の課題である沖縄問題解決のためアメリカへ乗り込む。首相訪米阻止を叫ぶ反日教系学生は羽田国際空港に近い蒲田駅中心に集まる。火炎瓶が乱れ飛び、街灯を覆う。日米首脳会談で沖縄は72年に核抜き本土並みで返還。そして安保条約の堅持を申し合わせて終わった。憲法第7条により衆議院を解散する。かくして衆議院は70年代の焦点沖縄安保問題について国民の審判を仰ぐことになった。お茶の間で代表を選ぶテレビ選挙、慌ただしい市バス選挙がスタートした。日本の進む道は、国民の支持を受けるのは果たしてどの党か。70年代への選択が決定される重大な時に直面している。